皆さんこんにちは。物理学者とティータイムです。本日はですね、理化学研究所の田中明則先生にお越しいただきました。よろしくお願いしよろしくおま願いす。します。早速なんですけど、まず簡単に自己紹介していただけますか？理化学研究所の革新知能統合研究センターというところがありまして、はいそこの数理科学チームというはい。チームの、上級研究員をさせていただいてます。准教授相当と。准教授相当らしいです。うんでプラスあと数理創造プログラムというところの、上級研究員も兼務しているという形ですね。実際の研究というのはどういう感じの内容のものなんでしょう？具体的には深層学習のにまつわる研究、いわゆるディープラーニングっていう、はい、そうですね。ありがとうございます。田中さんという名前はですね、この番組で何度か出てきてるんです。はい、だから視聴者の方で初回から見てる方はようやく顔が見れたって思ってると思うんですけど、噂の田中さんなんですが、どうやらですね、スポーツ万能、頭脳明晰、性格もめちゃくちゃいいという噂が流れておりまして。それはだいぶ嘘がはい嘘なんですか？なんかスポーツすごいされてたけど。スポーツは知ってたんですけど、何の競技を？中高でバレーボールを、インターハイまで出たというのは、はいはい、すごくないですか？ちょっとスポーツ得意とかのレベルじゃないですよね、それ。そうかもしれないです。でも今はほとんど何も、ただずっと机に座っているだけなので運動不足なんで。スポーツ少年からこの機械学習少年になった経緯っていうのは何があったんですか？真ん中に物理少年が挟まるんですけど、なるほど。高校卒業してから大阪大学に進学させていただいたんですけど、それを機にぱったりとバレーボールやめて、高校の頃から数学とか物理学とか興味があって、それでなんやかんやって大学院まで行って、大学でももう部活続けたいみたいなのとかはなくて、はい、サークルでなんか仲間内で、体動かす程度にっていう、なるほど。そこでスパッとやめられたんですね。そうですね。そのまま物理にのめり込めた。いやそこもなんかちょっと違くて、進んで勉強みたいなのしてなかったんで、最初は勉強ってどうやるのかみたいな。そっか、受験とかテストの勉強とまた全然違うから、勉強の仕方がわからないっていう時期があった。数学の勉強なんかとりあえず数学の教科書に書いてあることを写経するみたいな。写経する。それ大学に入ってからですか？そうです。それ写経してたらあっと分かる瞬間があったんですか？いや、写経だけだとないですけど、なんかやっぱり独特のリズムがあるんだと思いますね。特にその高校までの数学とかとは全然違うんですけど、初めは論理学みたいな感じのところから始まるので。なるほど。計算っていうよりどっちかっていうとなんか哲学みたいなことをするっていう風に、そんな感じになるので、まずそういうのをやんなきゃいけないんだと思って、それを勉強してて、でなんだかよくわからんみたいなことを言っててそのペースをつかむのに時間がかかった気がします。なるほど。その時は物理の中ではどういうことを勉強したいなと思ってたんですか？それも全然なくて、とりあえずなんか物理やりたいなみたいな気持ちでした。なるほどなるほど。なんか最初は素粒子の勉強をしていたっていうふうに伺ったんですけど、そうですね。大学院は、特に素粒子の中で、私が聞いて分かるような話か分かんないですけど、どんな研究されてたんですか？それもやっぱり数学に近いような話で、普通素粒子論っていうと、実際のものを分けていって、でそれを分けられないところまで分けていったら何が残るのかみたいな、一番小さいところまで突き詰めたいっていう、でその一番小さいところまで突き詰めると、こういうものになって、でそれがどういうふうにルールで動いていてみたいな、そういうのを記述するのが素粒子物理学なんですけど、いわゆる、けれどもやってたのは、もうちょっと現在の素粒子物理学でも最後まで突き詰めていったと思ってますけど、本当にそれが最後なのかみたいな、もっと割れないのかみたいな話は、いくらでも言えるわけで、超ひも理論とかそういうやつ、そういうのをやってましたね。もう修士とかの時点からやっていた。で難しくてですね、そこら辺の理論とかは例えば学部までの物理学の知識だとまだできなくて、大体勉強から始めるんですよ。で修士1年は丸々勉強してみたいな、それ以降はもう自分で記述をしていく、何をしているんでしょう。
いやなんかそれでまあ、はい、勉強していくとまあいろいろ興味が出てくることがあって、まあ、まず素粒子物理学で使われている場の量子論っていう、まあ、一応数学みたいな枠組みがあるんですが、はい、それ自体がまず現代の数学の意味できちんと定義できていないんですよ。あ、そうなんですか。はい、定義できてないっていうのは何が分かっていない状態ですか？何を仮定して何ができてくるのかっていうのがまあ数学だと思いますけど、まずその何を仮定しているのかとかも物理の教科書には書いてないですし、仮定がまず分からない。なんとなくのはあるんですけど、でその物理学者が書いたような論文とか教科書に書いてある過程で本当にその物理学者が言ってるような論理を突き詰めていってそこで導かれているようなことが出てくるのかっていうのが物理の人からすると OK なんですけど、数学の人からするといやちょっと待てよっていうような状態なんですが、数学側からだと穴がたくさんあるっていう感じなんですか？そうですね、その論理的な穴がたくさんあるっていう感じです。物理の人はそのまま進める、はい、進めるくらいの論理性ではある。そうですね。けど数学的には穴があるから埋めないとまずいっていうものがある。それが場の量子論。はいはい。でなので、いやむしろでもそれは場の量子論の面白さの一つもなんていうか担ってると思うんですけど、完全に数学になりきっていない数学のようなもの、数学のようなもの、数学ではないと思います。なので、普通の数学では言えないようなことも大胆にこう主張しちゃうみたいなところがあって、ちょっとその辺は物理寄りになっているから。そうですね。なのでなんかいろいろとこう普通の数学的な感覚から出てこない結論とかが来るんですよ。でそれが何の根拠もないものから出てきたんだったら信用が置けないですけど、まあ、素粒子理論を支えている場の量子論ですから、こう実験的にいろいろ分かってますし、どうやら正しいらしいっていうのが、まあ、計算はできるんですよ一応。なるほどなるほど。なので何か意味があるだろうというようなこうものが出てくる。面白いですね。計算はできる、実験結果として実証済みだけど、それの理由が分かってないみたいな状況が生まれてる、そうですね、原因が分かんない。なんて言ったらいいのか、典型的にはこう無限大の取り扱いをどうするのかっていうところで、まあ大体おかしなことが出てくるんですけど、数が決まっているものだと物理的にも数学的にも特に矛盾もなくて穴もないものが作れていると、それが無限になるとおかしなことが起きる。まあ、無限になると大体おかしなことが起きるんですよ。まあ例えばヒルベルトのホテルのパラドックスとかいうのがあって、数えられる無限、まず数えられる無限というのがという話、それ自体がなんかパラドックスありそうですもんね。まあ普通の自然数と呼ばれる1、2、3、4、5、なるほど。ナンバリングができるっていう意味での、ナンバリングができるっていう意味での、でこれはいくらでも大きくなれるじゃないですか。そうですね。その1から無限までの部屋番号があるホテルというのがあったとしましょうと、そんなもの物理的に作れないですけど、あったとしましょうと、で1から無限までの客室が全部埋まってるとしましょう。そこに1人また客が来たとするじゃないですか。そしたら満タンなので無理ですっていうはずなんですけど、無限だから自分より1大きい客室に移動してくださいっていうと、全員移動できちゃって1番だけ空室になる。本当だ、おかしいですよ、おかしいけどそれは本当におかしいのだろうか、まず何が起こったらおかしいのかみたいなことは、ちゃんと決めないといけなくて、どこがおかしいのかみたいなのを考えていって、でまあこの話は実はおかしくはないんですよ。単には僕たちの直感に反するというだけで、で、なんですけども、そうやってとりあえず無限をという話になってくるといろいろ話がややこしくなって、こう直感が通じなくなってくるんですよ。なので数学の人たちは直感に頼るのはやめようと。できちんとルールというのを定めて、でその下でこう何か矛盾が生じたらそれはおかしいということにしましょうみたいな話なんです。なるほど。確かに直感なんてこう自分の中で想像できる範囲のなんかこうちょっと視覚情報に頼っているものであったりとか、そういうのになってしまうけど、式の中で矛盾がなければそれは正しいとしよう。そうです。無限はだからいろいろおかしなことが起こるんですね。で直感に反するようなことが起こるけれども、実はおかしくないっていうことも数学的には矛盾していないっていうこともあり得るというわけで、
じゃあ例えばさっきので1人じゃなくて2人来ても同じ話で2個ずれれば入れるじゃないですか。じゃあ10人来ても同じ話で入れるし、実は数えられる無限と全く同じ無限人来ても入れるんですよ。そうですね。でというわけなんで、実は無限からは好きな数が引き出せるんです。じゃあどの数を、空室を何個用意するのかみたいな、ホテルだけじゃない他の事情とかもあるわけですけども、その周辺の理論の、でなんか自然にこういうことをやっていくと客はまあ何人来るよみたいな状況が出てきて、何らかの意味で意味のある客室数みたいなのが出てきたりとかする感じです。でそれを場の量子論はなんかやってると。なんかやってるでもそういう研究をした後に機械学習の方に移るようになったのはなんでなんですか？まあそれはそうですね、まず超弦理論とか流行ってること好きな人がやりがちかもしれなくて、で自分自身もそういう気質はあるなと思ってて、いうわけなんでディープラーニングが流行ってるとか言われるとちょっと興味が出てしまう。でなんか勉強会とかで自分で触れるっていうのがまず面白かったですね。実際に作ることができるっていうのが、ね、何か面白いことできないのかなというふうに考えてるうちにこっちに来てしまった。機械学習の中でも絵を描く、指示をしたらそういう絵ができるみたいなのを研究してるって伺ったんですけど、どういうものを扱ってるんですか？難しいですね。なんかそもそも中身の仕組みが私は全然分かってないっていうのと、研究を進めることで何を目指しているのかっていうことだったりとか。なるほど。まずでも結構何に向かってっていうのは重要かなと思うんですけど、なんでやってるのかっていうのはかなり、関係するので、初めにそういうのに興味を持ったのは、ある研究会で実際にディープラーニングを使ってアニメのキャラクターだとか描いてるのを見て、人間が手を下さずともこのクオリティの絵が描けるんだっていうのはすごい感銘を受けて、その時は思ったのはやっぱりなんか絵を描くとか何かを想像するみたいなのって知性の一種の形態なのかなと思って、確かにそういうことができてしまうんだっていうのですごい衝撃を受けて、でどういう仕組みで作られてるんだろうと調べてみたりとかでやってるうちに自分でこういうアイデアが出てきたから研究してみてとかいう感じです。確かに絵描くってなんか一つ計算をさせるとかとまた違うというか、もう少し発展的な力を発揮してそうですもんね。かもしれないですね。そこはちょっと何とも断言しづらいところで、計算するということと絵を描くということがどれぐらい違うのかっていうのは認知のレベルではなんかあんまりどうなんですかね。とか、じゃあそのニューラルネットワークを組んでいる側の人としては、絵を描くことと計算することっていうのはかなり近いところにいる。近いような気がするというか、少なくとも数学上はの一つのモデルの立て方として、両方とも何か確率があって、つまり絵を描く確率っていうのがあって、これ分かりづらいと思いますけど、例えば 1024×1024 のビットマップ画像があったとしたら、そこにどの座標に黒点を打ってどの座標になんか赤を打ってみたいなことを、いっぱいやっていくと1個の絵ができるわけじゃないですか。けど適当にやると砂嵐みたいな感じで何の意味もないんだけど、なんかうまい打ち方をすると絵として認識できるものが現れてくるっていうので、同じ人に例えば猫の絵を描いてくださいとか言ったとして、で次の日また同じ人に昨日とは違う猫の絵を描いてくださいとか言ったら、違う絵を描いてくれるわけじゃないですか。というか違う絵を描いてくださいって言わなくとも多分違う絵になるじゃないですか。そうですね。そういうわけでだいぶ労働環境としてはひどいですが、じゃあ1万枚ぐらい猫の絵を描いてとか言うと似たり寄ったりの絵は出てくるかもしれないですけど、その人なりの猫の絵みたいなのが作られてくると、でその1万枚っていうのは何なんだろうかっていうのです。数学的にはやっぱり何かその人が持ってる信念というか、猫の絵は俺の猫はこういうもんだみたいなのがあって、信念というと本当になんか頭の中でそう思ってるって感じに聞こえるかもしれないけど、そうではなくて例えば手癖とか、そういうのも全部含めて、何かその人なりの猫の絵情報発生源になってるわけですよ。でそれの一つのモデル化としてはそれそのものを
発生させてる確率が何かあると思って、でその確率を真似ることができれば、その人のスタイルを真似ることができるっていうことになる。ああ、そういうことか。それから例えばゴッホ風の絵を描いてくださいとか、ルノアール風のを描いてくださいっていうのは、手癖っていうのがある規則に従っていて、でそれを計算によって導くことができる。そんな感じですね。それプラス月っていうものをじゃあかけていった時に、みんなが認識する月っていうのは、こういう形をしていれば月と認識できる、でこの作家風の絵にかけていったらその演算を足してくるみたいな、そういう感じですね。あ、なるほど。確かに絵を描く行為、その人が絵を描く行為っていうのと計算する行為っていうのはそんなに遠くなさそうですね。そうなんですよ。だから計算もその人なりに何か計算ルールがあって、でそれに従って、点を打つんじゃなくて数字を書いてるだけなので、そういう意味では同じといえば同じなんですけど、なるほど。一点だけ違うのは、計算は間違っている計算と正しい計算っていうのがはっきりしてるので、そこは違いますけどね。絵とかに関しては正しい絵とかはないので。そうですね。面白い。私の結構 AI の描いた絵っていうので記憶に新しいのが、なんだっけ、なんとかジャーニー、ミッドジャーニーっていうのを使った AI の絵があるアートコンテストで優勝したことがあって、でなんかそれが結構物議を醸したなって思うんですけど、それは作者の計算のさせ方能力が良かったから、なんか優勝したっていうことになると思うんですけど、その辺の判断とかは別にされる側じゃないじゃないですか。それがいいのか悪いのかとか。いやでもなんですかね、ある意味でしないといけないことはありまして、なるほど。それは倫理的な問題でとかそういうのも含めてってことですか？本来はそういうところまでちゃんと考えないといけないんですけど、いやもうちょっと前の段階のレベルで、研究レベルの話で、なるほど。例えばお絵かき AI A がいますと、お絵かき AI B がいますと、研究論文である以上、A は B よりも勝っていますみたいな、そういうことを主張したくなるというか、論文の体裁としては、あるアルゴリズムを持ってきたこのお絵かき AI、 新しい今回のアルゴリズムでのお絵かき AI A は、今までのお絵かき AI B よりもこういう点で優れていますとか、そういうことをやっぱり論文の体としては言わなきゃいけないんですよね。でその時にじゃあ絵として優れているとは何なのかっていう話になってくるわけですけど、一つのだから指標みたいなのはありますね。そうなった時に難しいのが、普通優れてる優れてないっていうのを判断する時に、例えば何風何の絵画に似てる度とか、精度で判断はできるじゃないですか。ただ絵ってどっちの方がゴッホ風に見えますかって言ったら、ゴッホ風なのは A なんだけれども、どっちの方がいいですかってなった時に B の可能性がある。そうですね。それの判断材料ってすごい難しいですよね。難しいです。なので一概にその絵のお絵かき AI のクオリティを測るときに、この指標で勝ってれば最強みたいなのはないです。そうですよね。お絵かき AI の話が出てきたので、私書道家なんですけど、書道の AI ってあんまり今のところ聞かないなというふうに思っていて、なんかアームもついてて、でその綺麗な字とされるものを読み込んで実際に書くことができる機械みたいな、そういうのは見たことあるんですけど、今のお絵かき AI みたいに何風の書で作品を描きましたみたいなのは私は知らなくて、なんかそういうのって計算上はできるものなのかなって。どういう形態で出したいかにもよりますけど、基本的にはできると思います。絵の場合は画面にあればいいだけ、なんとなく似てればいいとか、なんとなくそれとして見えればいい、人なら人って見えればいいっていうのがあると思うんですけど、字の場合って例えばすごい崩れた文字とかあるじゃないですか。字の規則、崩し方の規則とは漢字になってくれないとか、それがあったら絶対ダメなわけじゃないですか。でそこの正確性が必要で、でかついい漢詩って何なのかみたいなのを覚えさせなきゃいけない。で特定の人物が描いた風のそれっぽいものっていうのを作ることはできるのかなって。一個だけ条件
をつけないといけないですけども、できます。その条件はその人の書いた書道の、データをたくさん用意すれば基本的にはできると。ただ人によっては数点しか発表作品がないとか、そういう場合もあるので、そうですね、その場合はやや難易度が上がりますけど、その場合はこう似てる度が下がるっていう感じなんですか？いやでもいろいろありまして、基本的にはその人が書いたデータが大量にあれば OK です。それはおそらくできます。でなんですけども、それがあんまりない時にも、例えば書道家は他にもいるので、他の書道家でめちゃくちゃデータいっぱいある人で、とりあえず一旦その人を真似させてみると。でその後で書道家で共通したなんか、ものがきっとあるんですよね。書き方の特徴とか、あるいは漢字でこう意味のあるこう部首を書かなきゃいけないとか、そういう共通したところはあるので、その共通したところは保ちつつ、数点しかない本当に学習させたかったその人の真似をさせるっていうテクニックは一応ありますね。そうなんですね。こう1点しか残ってない手紙とかもあったりするので、その人が別の文章を作ったら一体どういう著作品になるんだろうとかはね、ちょっと気になっているので、1点でもできるかもしれないですね。その時代性だったりとか、あとはその人が学んだ昔の人の字とかっていうのを学習させたらなんか分かりそうな気がするな。面白い。人間でもだから書道とかやってきた人であれば、なんかちょっとこの人の真似して書いてよみたいなのは、偽物ではありますけども、そういうのある程度できるじゃないですか。そうですね。それに似たような感じです。そこまではできるのか。いると思う。僕は実際にやったことはないので。いやそうなんですよね。しかもこう画面だけじゃなくって要は書き順がちゃんとたどれるようにみたいなこともね含めると、なんかちょっとだけ絵より難易度高そうだなと思って。そういうことですか。そうじゃあある意味で動画みたいな感じで。そうだと思います。ちょっと難しいかもしれない。だからそうですね、筆のたどった軌跡みたいなのも一緒に覚えさせなきゃいけないのかなとか、そういうところもちょっと疑問がいっぱい出てくるんですよね。でも僕の意見では基本的にはできないことはない。面白い。誰か作ってくれないかな。作ってください。ちょっとじゃあ考えてみます。ありがとうございます。作られるとむしろ困るんじゃないですか。それは全然ないです。学べる書籍が多くなればなるほど。お絵かき AI とか一部ちょっとその絵師さんからやっぱりこれはどうなんだっていう話が出たりとかして。そうですよね。私はそれでもいい。私絵も描くんですけど、いいんじゃないと思ってます。なんていうのかな。作家が作家であるゆえんってその成果物だけじゃないので、必要なものっていうのは書く行為そのものに意味を見出しているタイプの人もいて、なんかその後のものに興味がないみたいな人もいるんですよ。でじゃあその作品を求めてる人たちが全部その成果物だけを求めているのかっていうとそうでもなかったりとかするし、例えばバンクシーなんてねいい例で、別にあれ自体になんていうのかな、価値があるわけじゃないですか。確かにあれのする行動そのものに価値がめちゃくちゃついてるっていうわけであって、だから別に AI だったら多分バンクシーの絵いくらでも描けるんですよ。そうでしょうね。イラストレーションみたいなもんなので、いくらでも描けるけどそれには価値がつかないとか、逆に AI だからつく価値みたいなのもあるわけで、だから価値基準がたくさんある方が多分世界は面白くなるので、そこに関してはあんまり嫌だなとは思ってないですね。で田中さんも学術変革の、メンバーだって伺ってるんですけど、学術変革では、どういう研究をされていて、何を目指しているか。それでですね、学術変革基本的には学習物理っていう名前からも分かる通り、物理学と何らかの関係が、あるわけですけど。そうですね、物理学と機械学習を一緒に研究していこうっていうチームですもんね。で僕自身はそれでも機械学習とか深層学習の研究
ということなんですけど、もともと物理出身っていうのもありまして、はい、こう物理で培ったとか物理ですでにいろいろと提案されてるいろんな理論とかいうのがまあたくさんあるわけですけど、はい、深層学習の研究とか見てみると、なんかこういうテクニック使えそうだなとか、そういうことは結構あるんですよね。物理のテクニックっていうのを機械学習に応用できるんじゃないかという。まさしくそのさっき話できたミッドジャーニーとか、そういうのも出どころはまあなんでしょうね、どの論文を始めというかにもよりますけども、2015年の論文を最初というのであれば、物理に基づいた、アイデアであるということが一応著者たちはそう主張してます、ね。なので実際その拡散モデルというのが使われてるんですけど、拡散モデル、はい、こう物理学でこう粒子が例えば、コーヒーをこう入れた時にそこにミルクを落とすとだんだんとミルクがこうぼやーっと全体に拡散していって、最終的にこうなんか薄茶色になるじゃないですか。ああいうプロセスのことを拡散モデル、拡散、まあ、現象自体は拡散という現象なんですけども、お絵かき AI はなんか現象を何と言いますか、モデル時間を巻き戻した現象をモデル化しているという感じでそうなんですか。はい、広がったものを収集していくっていうモデルっていうことですか。そんな感じですね。普通の拡散過程っていうのはそういう今言ったコーヒーにミルクを落とすみたいな感じで、一旦ミルク溶けちゃうと元に戻せないわけですけど、そういう過程を数学的に書くことができるんですね。そうすると一応式の上では一応この時間を巻き戻せるんですね。式の上では。で実際の現象としてそういうことは起こらないんですけど、機械学習のモデルとして無理やりそういう時間を巻き戻せるようなモデルを作ってしまって、でそれを使って、逆にこうどうしようもない何も情報がないところから意味ある情報を引き出すみたいな、そういうものが拡散モデルと。そんなモデルからできてたんですね。お絵描き AI たちは。ミッドジャーニーのグランプリ取ったやつも、絵を描いていくプロセスっていうのは一応可視化できて、であれは具体的にどういうのを使ってるのかっていうのはちょっと僕詳細は覚えてないですけど、基本的には最初なんかすごいザラザラで意味ないぐちゃぐちゃな絵から始まって、そこからだんだんとこうああいう絵にこううっすらと近づいていくみたいな感じですね。なるほど。出来上がってたものはもうよくわかんないキャラメル抹茶モカフラペチーノ、生クリームマシマシみたいなやつをぐちゃぐちゃに混ぜたみたいなのだったんだけど、そこから生クリームの具体的な角みたいなのを生成しっていうのを引き出してって美しい絵になりましたよっていう状態なんですね。面白い。でもそれもだって結局はこう指示のさせ方とか入れる言葉によってその具体化するものっていうのが全然変わってくるわけじゃないですか。それは実はちょっともう一段階ある話で、指示を与えると例えばですけど、味とか言い出すとまたちょっとややこしいんですが、ちょっと見た目だけの話にしましょう。見た目だけの話にするとして、コーヒーにミルクを落としてぐわーっと拡散していくと、こうなんか薄茶色になりましたよと。で一方でその抹茶だと緑色入るから分かりやすいですね。なんか普通のフラペチーノとかでぐちゃぐちゃってやっても、こう色的にはもしかしたらまあ同じような生クリームも入れてみたけど、同じ茶色になったみたいな。でなので、実際の物理的な粒子とか全然違うので逆戻しはできないですけど、見た目だけで言うと、こう完全に薄茶色になったところから、コーヒーにミルクを落とした場合に戻すのか、フラペチーノに戻すのかっていう選択肢が生じるわけです。そうですよね。でそれをどっちに行くのかっていうのを指示文で書かせているっていうのが、ミッドジャーニーとかがやってることです。なるほどなるほど。あと面白いのが入れる言語によってちょっとできるの違ったりするじゃないですか。そうなんですね。あれは単純にこうまだ出来上がり途中だからみたいな形ですか。
どうでしょうね。実際に例えば絵描き系のだと日本語で入れると、まあなんかひどいものができるけど、英語で入れると割とちゃんとできるとかいう時もあって、と把握してないですが、一番すぐに考えられるのはやっぱりデータが日本語の方が少なかったとかってことですよね。ということは、まあありえるのかなと思います。じゃあ実際データ量っていうのが揃った場合っていうのはそれは変わらないようなにはなっているだと思いますけどね。仕組み上は、その計算というか、逆算するような状態っていうのを、今学術変革の研究ではやって、僕個人としては今そういうのに興味があって研究しているという感じですけど、うちのチーム自体はもうちょっと広くて、深層学習一般の研究をこうやっていこうと。であわよくばそういう拡散モデルとか前例があるので、物理学的な知見に基づいてなんか新しいことができればいいな。あとは物理に応用するチームもあるので、そういう物理に応用するときにこういう形式のデータなんだけどっていうので、画像と全然違うタイプのデータとかもあるかもしれない。そういう場合にも通用する深層学習のテクニックとかは、そのまま今の現行のものを使えばいいわけではなさそうなので、そういう面でも協力できたらいいのかなと。ありがとうございます。ちょっとだいぶ話しすぎたので一旦ここで区切って、今回はここら辺で終わりにしましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。いや面白かった。 AI そうやってできてたんだ逆算無理やりさせるんだそれだけでもないんですけど、そう他にいろんなやり方ちょっと次の